で使用したのはこちらの糸です。湯沢屋さんのワンダーコットンですね。21番カラーで編んでいきます。そしてワンダーコットンでなくても、例えばレース糸ですね。レース糸で同じ模様で編むと、もっと模様が細かく繊細な感じのカーテンになるかなと思います。お好きな糸でやってみてください。使用する道具です。かぎ針は3号と4号を使います。糸切りばさみ、とじ針、あと必要に応じてマーカーですね。最初の作り目の鎖編みは4号の針を使います。後から目を拾うときに少し大きめの方が拾いやすいので、4号の針で作り目をします。その後の模様編みは3号を使って行っていきます。では最初に1つ結び目を作って、ここから鎖編みを12の倍数プラス1の目数です。私の場合は181目で行います。皆さんが必要な長さに合わせて目数を決めてください。鎖編み181目編んだところになります。ではここから針を変えていきますね。今度は3号の針で編んでいきます。ではすべて長編みで181目になるように拾っていきます。まずは鎖編み3目ですね。これは長編み1目の代わりになります。では次は長編みですね。針のかかっている目から1、2、3、4、5番目です。5番目の裏山に長編みをします。次の裏山に長編みをします。ではすべて長編みで拾っていきます。1段目すべて長編みで拾いました。2段目で突っ張り棒と数ホールを開けていきます。では鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。ここから長編みを3目です。次は鎖編み4目です。4目飛ばして5つ目から長編みを8目編みます。長編み8目編みました。次は鎖編み4目です。4目飛ばして5つ目から長編みを8目です。ではこれを繰り返していきます。では最後のところですね。1、2、3、4目飛ばして5番目の目から5目分残っていますので、長編みを5目編んでいきます。5番目はこの立ち上がりの鎖ですね。2段目が編めました。3段目はすべて長編みで181目編んでいきます。鎖編み3目ですね。向きを変えます。1目に対して1目長編みを編んでいきます。鎖編み4目のところは側にすくって長編みを4目編みます。ではこれで端まで編んでいきます。3段目すべて長編みで編みました。ホールができましたね。では模様編みの1段目を始めます。
鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。根元に長編みです。鎖編み3目、1、2、3、4、5目飛ばして6番目に長編み、鎖編み3目、同じところに長編みです。鎖編み3目、1、2、3、4、5目飛ばして6番目に長編み、鎖、同じところに長編みです。鎖編み3目、1、2、3、4、5目飛ばして6番目に長編み、鎖編み3目、同じところに長編み、鎖編み3目、1、2、3、4、5目飛ばして6番目に長編み、鎖、長編みです。ではこれを繰り返し編んでいきます。編み終わりのところです。ここは長編み鎖3、長編みと編んで鎖3まで編んでありますね。下の段を1、2、3、4、5目飛ばして最後の立ち上がりのところです。ここに長編みを2目編み入れます。模様編みの2段目をやっていきます。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。根元に長編みです。鎖編み2目編んで、鎖3目のスペースのところに長編み、鎖、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 長編み、長編みが5目入りました。次は鎖1、2と編みます。ここは長編み、鎖、長編みのところ、同じように長編み、鎖、長編みと編みます。もう一度やってみます。鎖2目ですね。鎖3目のスペースのところは長編み、鎖、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 長編みと編みます。長編みが5目入っています。鎖2目編んで、こちらの長編み、鎖、長編みのところ、ここは同じように長編み、鎖、長編みと編みます。ではこれを繰り返し編んでいきます。編み終わりのところはこの立ち上がりの鎖に長編みを2目編み入れます。模様編み3段目です。鎖編み3目で立ち上がって向きを変えます。根元に長編みをします。鎖編み3目です。長編みと長編みの間に細編みです。鎖編み3目、長編みと長編みの間に細編み、鎖編み3目、長編みと長編みの間に細編み、鎖編み3目、
長編みと長編みの間に細編みです。鎖編み3目。ここは同じですね。長編み、鎖、同じところに長編みです。鎖編み3目。長編みと長編みの間に細編み、鎖編み3目、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 長編み、鎖、長編みです。ではこれを繰り返し編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。鎖3目まで編んであります。では立ち上がりの鎖編みに長編みを2目編み入れます。次は模様編み4段目です。模様編み4段目は1段目と同じ形になりますね。まず鎖編み3目編んで向きを変えます。根元に長編みです。鎖編み3目編んで、この鎖のスペースの真ん中のところ、ここに長編み、鎖編み3目、長編みです。鎖編み3目。ここは同じように長編み、鎖、もう一度同じところに長編みと編みます。鎖編み3目ですね。鎖のスペースが3つある真ん中のところに長編み、鎖編み3目、長編みと編みます。鎖編み3目です。ここは同じように長編み、鎖、もう一度同じところに長編みと編みます。ではこれで端まで編んでいきます。模様編みの4段目編み終えました。ではこの後は模様編みの2段目、3段目、4段目、これを繰り返し編んで必要な長さまで編んでいきます。カーテンを必要な長さまで編みました。終わりの位置は、これは模様編みの4段目の編み方と同じところですね。この位置で終わっています。次から縁編みをしていきます。まずは最初にすべて細編みで拾っていきますね。1模様分で12目で拾います。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みです。長編みに細編みです。鎖編み3目のところ、細編み3目で拾います。長編みを飛ばして間の鎖3目に細編みを3目編みます。長編みを飛ばして鎖3目のところ、細編み3目で拾います。次の長編みに細編みをします。もう一度やってみます。長編みと長編みの間の鎖に細編みをします。長編みに細編みをします。鎖3目のところ、細編み3目で拾います。この長編みは飛ばして鎖3目に細編み3目です。この長編みは飛ばして鎖3目に細編み3目です。この長編みに細編みをします。ではこの形を繰り返して最後まで編んでいきます。すべて細編みで編んできました。
私の場合は181目。最初の作り目と同じ目数です。2段目です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みをします。1、2、2つ飛ばして3つ目です。長編みを5目編み入れます。1、2、2つ飛ばして3つ目に細編みです。ではこれを繰り返していきますね。2目飛ばして3つ目に長編みを5目。2目飛ばして3つ目に細編みです。繰り返します。最後まで編みました。次の段です。立ち上がり鎖5目です。向きを変えて長編み5目ある真ん中の長編みですね。ここに長々編みを2回編みます。鎖編み3目。同じところに長々編みを2回です。もう一度やってみますね。長編み5目の真ん中の長編みに長々編みを2回。鎖編み3目。長々編みを2回です。これを繰り返していきます。編み終わりのところです。編み終わりはこの下の細編みに三つ巻き長編みです。次の段です。まず鎖編み4目で立ち上がります。向きを変えて鎖編み1目編んだら、この長々編みに長々編みを2回編みます。次はこの長々編みです。この長々編みに長々編みを2回編みます。次は鎖編み3目。この長々編みに長々編みを2回編みます。次はこの長々編みに長々編みを2回編みます。次は鎖編み3目です。この長々編みに長々編みを2回編みます。この長々編みに長々編みを2回編みます。鎖編み3目です。この長々編みに長々編みを2回です。ではこんな風に編んでいきます。編み終わりのところをやってみます。鎖1目編んで長々編みを立ち上がりの鎖のところですね。ここに長々編みです。次の段です。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みをします。
鎖編み5目です。この鎖3目のスペースのところに三つ巻き長編みを5目編み入れます。次は鎖編み5目です。鎖3目のスペースのところに細編みです。もう一度やってみます。鎖編み5目です。鎖3目のスペースのところに三つ巻き長編みを5回です。次は鎖編み5目です。鎖3目のところに細編みをします。ではこれを繰り返していきます。編み終わりのところになります。立ち上がりの鎖ですね。ここに細編みをします。では縁編みの最後の段になります。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。根元に細編みです。鎖編み5目のところ側にすくって細編みを5目です。三つ巻き長編みのところに細編み、鎖編み3目、三つ巻き長編みのところに細編み、鎖3目、三つ巻き長編みのところに細編み、鎖3目、三つ巻き長編みのところに細編み、鎖3目、三つ巻き長編みのところに細編みです。次は鎖5目のところ側にすくって細編み5目編みます。次この細編みを飛ばします。鎖5目のところ側にすくって細編み5目編みます。三つ巻き長編みのところに細編み、鎖3目、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 三つ巻き長編みのところに細編み、鎖5目のところ側にすくって細編み5目です。この細編みは飛ばして次の鎖5目に細編みを5目編みます。はい、ではこれを繰り返し編んでいきます。最後まで編みました。ではこれを糸始末します。編み地に目立たないようにこの間に隠しておきます。
編み始めの糸も隠しておきます。アイロンを当てて形を整えました。画面に全部が入りきらないんですが、サイズは平置きした場合、横幅が約80センチ、長さが約70センチほどです。で、糸は 40g ほど残りました。ですのでね、このサイズよりももっと大きいサイズにも編めると思います。ではここに突っ張り棒を通して実際に窓にかけてみたいと思います。かけてみました。平置きで測るよりもね、縦の長さが少し重みで伸びるみたいです。お作りになる際は少しそのあたりも加味していただくといいかなと思います。